ちは、マイティオーバです。冒頭にありますように、富士登山を予定していた日、天気が悪くなったらどうしますか？私の場合は、台風が来てしまったので、やむなく中止をしました。なんですが、台風だというのに直前までなかなか諦めきれなかった私の心の内を少しだけお話しさせてください。後半には富士山に行くことを私に諦めさせた不思議な出来事も合わせて楽しんでいただければと思います。富士登山の予定を立てていたのは2023年8月15日、山梨県吉田口から家族で行く予定でした。今回は東京からのバスと山小屋を個人で予約。こちらとても人気のある8合目の白雲荘です。富士山の山小屋予約はまさに激戦。予約開始は5月の上旬、2日間粘って電話をし続け確保したお盆休み中の一泊です。しかしなんと登山の数日前から台風7号が接近。台風の進路がそれていくのを願っていたのですが、天気図にあるようにどう見ても避けられそうにありません。なんでまたしても天候に悩まされるのでしょう。昨年の嵐にしろ、今年の台風にしろ、もしや2年前にやってしまったお中道散策の罰が当たったのでしょうか。とにかく数日間天気予報から目が離せません。普段だったら台風だから映画を見に行くのはキャンセルしよう、買い物はやめておこうとなるのに、富士山となるとなかなか諦めきれません。前回のとんでもなく危険で恥ずかしい私の富士登山、それを克服すべく体力づくりから荷物の準備に至るまで相当の時間をかけてきたからです。仕事を休み、みんなで都合を合わせてやっと決まったイベント、山小屋も激戦を勝ち抜き、やっと予約できたものです。わかっているのです。今回はもう行くことはできないんだと。しかし、もしかして急に高気圧が来るかも。もしかしたら、当日に最高に良いお天気に変わるかもしれない、などとありえないことを考えていたのです。この心情、経験した人にしかわからないですよね。結局私たちは、前日の午後に予約していたバスと山小屋をキャンセルしました。台風は西へと進路を変えたのですが、富士山の天気が収まるわけがありません。暴風雨の中、富士山を歩くことなんて絶対にしたくありません。昨年はただの雨ですら非常に危険で猛烈にしんどかったのですから。なかなかすぐにはキャンセルできなかった私たち。そこへ背中を押す不思議な出来事が。直前になんと一緒に登山する娘の膝が痛み始めたのです。怪我もしていない、無理な運動をしていたわけでもないのに、駅の階段を上るのが痛いと。今まで膝が痛くなったことなんてないのに、これは何かのお知らせでしょうか。そしてさらに、以前観光で富士山に行った時に買ったお守り、なんと前日に鈴の部分が割れたのです。これは本当の話。割れて中身の振り子が落ちていた。これは我々に届いた何かの暗示？きっと山の神様が教えてくれたのかも。どんなに来たくとも来るでないぞと。なんとも不思議な出来事でした。富士山は山小屋の予約ができること、当日の天気が良いこと、体調が良いこと、すべての条件が揃って富士山に登ることができるんですね。富士山を歩けるということはなんと幸せなことなのでしょう。今年はそのことを実感したのでした。富士山は変わらずずっとそこにいてくれます。楽しみが延期されただけ。次からは台風の少ない7月に山小屋を予約しようと誓う私なのでした。そして私と富士山の物語はまだまだ続きます。皆さんの富士登山キャンセル体験、コメント、ぜひお待ちしております。最後までご視聴いただき、心より感謝いたします。